道の駅藤川楽座。あれ、知ってるじゃん。来たじゃん。来た藤川楽座。楽座ね。藤川楽座。来ましたよね。来ました。1号線の旅だったんだもんね、その時。そうだ。はい、今1号線。はい。揺れる。暑いね、今日はまた。ね、今エアコンついてますけどね、こう日差しが当たるとね、ピリピリします。方言の王国だわ。帽子かぶってたからか。アホ毛が喜んでますね。アホ毛が喜んでおります。どういうこと？なじませて直す方法がもうないんですよ。もうおはようございます。おはようございます。斉藤です。斉藤です。1号線を爆走しております。はい、本日静岡キャンプ2泊目の予定だったんですけど急遽帰ることにしました。前回の動画に続き、2泊目する場所は探してたんだけど、見つからなかったっていうわけではなくて、ちょっと途中で一旦帰ろうかっていうことになり、その理由が昨日さ、キャンプ中に宮崎で地震があったんですよね。震度6の地震があってニュース入ってきたんで、それは知ってたんですけど、さっきさコンって言った？なんか虫？結構硬い虫が当たりました。ハードバウス。さっき知ったんだけど、その地震によって南海トラフの危険性が高まっておりますみたいなニュースで発表されていて、気象庁発表？気象庁発表。今走ってる静岡の道の電光掲示板とかにも出てて、何にもちょっと家とかで準備してなかったんで、防犯の道具はあるんですけど、まとまってないというか、防災準備をしなきゃなってことで、ちょっと急遽一旦今日は帰ります。せっかく富士山の方にはいたんで、今日は静岡をドライブしながらご飯食べながら帰ろうかなっていう日になりました。一応ね、家もさ海から近いっちゃ近いので、心配は心配だよね。そうですね。全然大丈夫だぜっていう場所ではないというか。そうなんですよ。なんですぐ持って出れるように家の中に点在しているグッズをまとめようと思います。初めて見たよね、巨大地震注意っていう電光掲示板。初めて見たね。なんか 2,3 日とか1週間注意してねみたいな感じらしいんですけど、ということで、今からやはり我らの大好きなしらすは外せないということで、持ち船行ってみたくて、そう1回行こうとしたんだけどね、行けなかったっていうのがあって、ちょっと自分たちの中ではリベンジ気分なんですけど、持ち船のしらすを買いに行きたい。駿河湾でございます。やばいよ、港どこでいいんじゃん僕らが住んでるのは、静岡西部なんだけど、言ってもね、やっぱりその南海トラフの危険性が高い場所には住んでるので、今回ね、一応準備しに帰ろうかってことですよね。そうです。一応ニュースで言ってるぐらいだからね。そんなこんなでキャンプは取りやめて2泊3日の予定だったんですけども、今日帰って準備しておこうかと思います。またお盆の期間にも実家の方に帰るんで、どっちにしても家開けるからさ、いい機会かなと思いまして、今帰り道中です。持ち船ね、前もさ行ってみたくて、なんだかんだ一回も行けてないから、あと あそこを見てみたくて、なんだっけな、美穂のなんとか忘れちゃった。海ですか？海の、地域かな。なんか今持ち船すごくて、いろいろ新しいお店ができてたりとか、あとワンちゃんと入れるお店とかもあって、楽しそうだなって思ってたんですよ、調べてて。なんかね、サリーズカフェっていうね、海沿いのね、なんかワンコと寄れるカフェがあるんですよ。おしゃれななんかね、お店いっぱいできてるらしいよね。すごい。この間ヘルメットとかホイッスルも購入したんですよ。対策グッズを買おうと思って、防災の折りたためるヘルメットありましたね。折りたたみヘルメット、こんなのいるって思ったけど、
まあでもやっぱいろいろ防災グッズこれがいいですよって書いてあるものをチェックすると必ず結構ヘルメットって書いてあったんで、まあね、今となってはやっぱ必要だとは思うけど、一応購入しました。なんかそれもね、一応あっちこっちにいろんなものが点在してるから今一度見直したいと思います。ニコメリのグッズとかもある程度まとめとこうかなと思って、ワンちゃんと避難できるところとかもさないからさ、ほとんどなんか自治会のなんか避難場所とかも犬は入れないとかでしょ。そうですね、入れないから、やっぱこの車ありきなことになっちゃう生活に、なっちゃうと思いますので、できることをやって備えておきたいかなというところです。そうですね。はい。災害がどんな規模かは分かんないけど、ある程度その生活をしのげる分量っていうんですか、食べ物とか諸々ずっとっていうのはねちょっと難しいから。でもなんか予想震度とか出てたんでしょ。なんか南海トラフが起きたら予想震度が震度7なんでしょ。そう、私たちがいる地域は6とか7、まあ、巨大地震注意だから警戒ではないから今すぐどうにか動きなさいっていうことではないみたいですけどね。あら、ニコちゃん起きてるの。ニコちゃん起きてるの。爆睡ですメリモリさんおやすみなさい。今日は蓄光 T シャツを着ております。太陽の光に当てておけば夜光るピカピカは光らないです。なんかちょっとぼやって浮き出る感じで光ってるみたいな感じの蓄光 T シャツ。ぜひ L&C のサイトを見てみてください。今日はだからキャンプ動画の予定だったんだけども、そうなの、富士山の方にいたんで、帰りながら日常動画になりました。せっかくなんでご飯ぐらい食べて帰ろうかなと思ってるんだけど、渋滞しましたね。なんか一気に渋滞した。あ、なんか工事っぽいな。あ、じゃあ抜けたらあれかな。ここも巨大地震注意発表中になっちゃってますね。天候掲示板が全部これになっちゃってる。いや、こんな風になるんだってなんかちょっとびっくりね。ちょっと怖くなりますよね。怖くなりますね。まあでもやっぱり対策しなきゃっていう気持ちに確かになるのかもしれません。やっぱね、今いろいろちょうど調べてたんですけど、用宗の漁港の近くにはシーサイド港横丁っていうのがあるんですけど、ここにいっぱいお店が連なってて、こんなにいろんな美味しそうなものが、しらす丼と海鮮の店とかおしゃれなオムライスの店とか、そう、すごい食事どころわがまま。しらす丼食べたいです。食べたいよね。っていう港横丁っていうところも有名らしいです。京林堂だ。みんな大好き京林堂。そう、私も大好き京林堂。ポイントカードも作ってます。京林堂なんて引っ越してくるまで知らなかったよな。知らなかった。でもすごいんだよ。食品も売ってるし、トイレットペーパーとかそういう消耗品とかも売ってるし、幅広い品揃えとお値段がお手頃。薬局なんだけどね。そう、薬局なんだけどね。静岡県民は知らない人がいないらしいです。京林堂。最初なんて読むのか分かんなくてね。安林堂って呼んでた。安心安全安林堂とか言ってたけど。すごい。すごいね。駐車場施設。松に覆われたこの道、すごいね、なんか美しいですね。大きいね、松。木が太い。その天女が舞い降りたって言われる松の木、もうすごい迫力があるらしいです。パーキング有料ですか？あ、そうなんだ。無料駐車場書いてあります。お暑い中ありがとうございます。めっちゃ広い駐車場。あ、書いてあった。羽衣の松。羽衣？羽衣の松。ニコメリも行くかって言ったらニコは即座に起き上がりました。しっかり聞いてるんだよね、ニンニン。すごいですな。人気ちりめんじゃこ富士山登りたいってね。
メリー。いける？すごいじゃん。なんだこの形。すごいね。松のなんかもう幹からなんか生えてる。支えがすごいですね。支えもそうだけど、なんかもう葉っぱが生えてる。ね、すごい。どういうこと？ちょうどこの順路を行くと、はい、その有名な羽衣の松。あ、行ってみようか。今ここにいるので、見干しるべ。ちょっとまっすぐって。ニコ元気じゃん。これが羽衣の松。でっかいな、太っ。すごくない形。すごい。すごいよ、なんか下に向かって枝が伸びてるっていうか。本当だね。すごい。推定樹齢約300年だって。約3代目。すごい。ここもさ、幹から葉っぱが生えてる。不思議。不思議だよね。うん。あっちも。でけえよ。すごいよ。松がでかい。もうどれがどれのなのってすごいぐらいでかい。うわー、海だ。近くにこんなところがあったんですね。ねえ。静岡探索。楽しい。よか明ったね。日からね、もうお盆休みなんでね、みんな。そうだね。そう。今日来れてよかったわ。本当だよね。観光名所とかあちこち結構道路も混雑しちゃうと思うし。出ました。出ましたけど。富士山。富士山。見えないね、多分。富士山眺望地。富士山どこだかわかる持ってるじゃん。あ、そうじゃん。こんな時こそ。多分あっちの方だと思うんだけども。富士山どっちアプリ。あっちです。やっぱり松の方です。そうだよね。見えないか。見えないですね。うわー、残念。なんか船が止まってる。まあでも綺麗、すごい。うんすごいね。あっちまでずっと松なんですね。ね、すごいね。へえ。すごかった。持ち宗の表示が出てきた。まっすぐ行ったらお前崎って書いてあった。じゃあもうこの辺か。そうだね。あと1キロ。イエーイ。なんかね、調べたらさ、あるあるだけどさ、朝から2時までがランチ営業で、はい、次5時から夜営業みたいな感じのお店が多くて、今4時。まあ4時ならちょっと待つか。まあ、なんかお店、その港横丁じゃなくて漁港の方にもしらす丼売ってたりするみたいだから、ちょっと行ってみて。静岡おでん、しらす丼。あ、これがサリーズカフェ。確かペットと一緒にご飯が食べられるという。あ、そうなんだ。サリーズカフェです。なんかちょっとテラスがあるって書いてあったのがこの左のやつかな。おしゃれ。本当だ。港横丁って書いてますね。あ、ここ港横丁ってとこ？がなんかおしゃれでいろいろありますよみたいな書いてあった。そうなんだ。けどその営業時間じゃない。でも人いましたよ。いたね。やってんのかな。ちょっと待ってて。駐車場ありました。6台分。港横丁専用。エアコンつけて。手作り。エアコン稼働中です。7月27オープンで。新しいんだ。おしゃれだね。ここが港横丁。ここに今止めたんだな。しらす丼が食べれるのがここと次郎丸っていう。へえ。ここですね。手前ですね。ちょっと入ってみよう。はい。そういう感じになってるんですね。ね。そっかそっか。お店が全部別なんだ。本日生しらすお休みですって書いてある。マジで。オムライスもある。
あれここはここもじゃあここもやってないね。臨時休業だ。うわ、なんだよ。そっか。二郎丸さんでしらす、生しらす以外になります。いやー、行きましょう。はい、戻ってきました。今日は生しらすがないっていうことでですね、あともう一個お店入ってたんですけど、しらすとか置いてる、そこのお店は臨時休業になってました。ということでお家に戻ろうと思います。でもちょっとお腹空いたから、どっか途中でなんか食べたいと思います。そうですね。残念だったね。焼津から高速に乗ろうと思うんですけども、はい、最後にはい、焼津のお寿司屋さんを見てから、そこも混んでて無理そうでしたら、高速に乗っちゃおうかなと思います。焼津？焼津、もうすぐ近くなんで焼津。めっちゃ夕焼け紅焼け。お寿司やばいじゃん。お寿司屋さんあるんだ。そうそうそう。安くてさ、前さ行こうと思って断念した場所あるじゃん。なんか1000円ぐらいでめっちゃいっぱいランチ。あ、はい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 。あれが多分この辺なんですよ。なんか漁師丸、漁師丼みたいな、なんだっけ。あったあった。そうそうそう。あ、これだ。地魚亭って書いてある。あ、これ？ちょっと待って。やってるよね。多分。明かりついてるよ。駐車場どこなんだろうか。 T あっちって書いてあります。あっち？右。夏に負けない体を作る。ここがランチだと行列できるらしいんですよね。マジで？楽しみすぎるじゃん。17時から。ただでもランチほど安くないんでしょうけど。ああ、そうだよね。ちょうど17時からやってるんで。どう？なんでそんななんか俺にも見せてくれよ。ランチじゃんこれ。ランチって書いてある。これが人気らしいんですよね。多分刺身定食、あ、違うな。お寿司だ。握り12時までの限定握りっていうのが、あ、そうなんだ。有名らしい。1298円で安い。でも生しらす、生桜エビ丼ありますね。定食系はないんだね。定食はないですね。そのお寿司、握りか丼か。そうですね。念願のしらす丼来ました。しかも生桜エビなんだかんだ初かもしれない。そうだね。こっちで食べてないよね。有名って聞いてて。美味しそう。すごい。すごい。ちょうどお客さんも今少なくてよかったね。17時。これは何ですか？あ、ちょっと違う。あ、生姜だ。これ生姜なんだ。お魚のほぐしみたいな感じかな、これ。いただきます。うわ、うまっ。うめえ。うまっ。桜エビもめちゃくちゃ美味しい。こんな極上の味ある？美味しい。このお魚の身みたいなのめっちゃ美味しい。ほぐし？よかったね。こんな海を見ながら食べられて。何？うまかった。分かったね。ごちそうさまでした。戻ってきました。ごちそうさまでした。やばかったです。プリップリ。まあまあリーズナブルじゃないですか。でも、1600円でしたね、一人。本当に美味しかった。美味しかった。新鮮だった。最後お金払った時にちょっと聞いたら、やっぱ平日の限定ランチは11時から12時しかやってなくて、やっぱ11時前から並んでるみたいで。ああ、そうなんだ。ラッキーだったね。まあでも11時に来れば並ぶかもだけど食べれますよって言ってた。だからちょっと今度並ぶってなるとなかなか2個目に連れてこれないから、日帰りで来た時にちょっとチャレンジしたいですね。そうですね。1200円ぐらいで
すごいいっぱいうんあるらしいんですよね。ボリュームあるらしくて。やばいじゃん、楽しみだな。とりあえずじゃあ帰りましょはーい、帰るよ。ニコメリ。無視。う。シカトです。さっきのお散歩で疲れた？ニコメリ。無視。すごいですね。無視決めてます。ただいま。ただいま。帰ってこれました。バタバタでしたね。帰りにスーパー寄って水とかちょっとでもいいから買おうと思ったらやっぱなくて、とりあえずお茶1本とアクエリ1本買った感じですね。そうで、もともと家に蓄えてたお水が2本と、まあ、ちっちゃいペットボトルだけどそれ2本とあるんで、はい、まとめたんですよ、リュックに。はいはい。これは全部、まあ、2個目を背負わなきゃいけないじゃん、で1個私背負えるから、まあ後から戻ってきて蓄えを使っていくっていうのはまた別途にしてて、それしかないよね。そう、とりあえずの一時避難の時に食べれるものとかお水とか、いろいろここに今入れたんですけど、さらっとご紹介すると、まあ、こういう乾パン、まあ、キャンパーなんで本当ありがたいけど、クッカー系ね。クッカー、メスティンとかライターで火つけて、自動炊飯できるやつね。そう、はい。だからお米系も持ってるし、お湯入れれば食べれる系も持ってるし、まあ、あとは薬とか、あと2個目りのご飯だったりとか、携帯簡易トイレ、はい、大々的なものはちょっと背負って持っていけないんで、とりあえずのもの、はい、怪我した時用の医薬品と、手が空いてた方がいいんでヘッドライト、緊急用のバッグっていうのを一つ作っております、はい。あとはまあ携帯の充電とかできるような充電器と、普通の懐中電灯とか、ライター、はい、あとこの一応食材バッグ、そう、乾物系の、賞味期限がすごく長いもの、カップ麺だったり、なんていう煮るラーメン、キャンプグッズがあるからっていうのもあるし、ちょっとその辺に落ちてる枝とかでも火起こしたりできるから、そういうのでできそうなもんだったりとか、2個目りの日持ちするご飯と、あとドライフード、夏なんでやっぱただの水だけだと心配で、こういったアクエリですね、洗面道具、タオル、ウェットティッシュ、はい、と、これも買っといてよかったですね。じゃあそうなんです。これ折りたたみ式のヘルメットを結構前に買ってたよね。買いました。このペタンコのヘルメット、これ簡単で蛇腹みたいになってるんですけど、こうやって、これをただカチカチカチと3つグッグッて押して、3個がカチカチカチって言っていきます。押すだけで、はい。そしたらかぶるだけで、まああらかじめ自分のサイズにセットしとくと、すぐ使えていいんじゃないかと思います。中にクッションが入ってるんですよ、これ、衝撃を抑えるための。これをね、こうずれないようにちゃんとギュッてやって、はい、そんな感じでね、用意だけしときましょうっていうことで、すでにスタンバってるやつがね、1人いるんですよ。ここにもう1人いつでも出れます犬がいるんですけども、なんかさっき、帰ってきたら、また緊急地震速報があって、はい、神奈川県の方で震度5があったんですけど、その音聞いてご飯食べてたんだけど、びっくりして、用意してた自転車に乗ったりして背負えるバッグに一目散に避難体制となっております。はい、あと一応これがあるんで、バッテリーですね。大容量バッテリー。これただ持って出かけるとか不可能なんで、ここに置いときますが、いざとなった時はこれは一旦このまま置いて出ますね。で、持ってきて停電とかした時に、家が無事ならこれを取りに来れば電気が使えると。そうですね。あと一応夏なんで、停電してエアコン止まっちゃったとかなった時に扇風機も充電してるし、あと携帯のバッテリーを充電できるようにちっちゃいタイプの携帯モバイルバッテリー、これも充電してて、うちにある全てのゴールゼロとかを、ゴールゼロの2個でほぼ安いやつ、これを充電してて、自分たちだけじゃなくても
例えばなんかせっかくこれだけあるからなんか困ってる方がもしいたら渡せたらいいなって、せっかくこんなにあるんでそうですねって思いました。はいはいということで、はい。急遽今回帰ってきましたが、なんかこういうことが多いですね。帰ってくる、最近どうしちゃったんだろう。帰ってくることが多いな。今も神奈川で地震とかあったりして、まあ知り合いとかハルピンもね実家があるし、まあみんないろいろ心配だと思うんですけど、とりあえずうちも可能な限りの準備をして海の近くに住んでますので、何かあった時は逃げなきゃいけないので準備をしておきたいと思います。はいはい。ということでキャンプで飲まなかった、まあこれノンアルですけども、はお疲れ様でした。お疲れ様でした。染み渡るわ。帰ってきたらさ、めちゃくちゃ家暑くて。暑かった。33度ぐらいあった。そう。とりあえず1週間警戒っていう風に言ってますので、1週間ね気をつけようと思うんだけど、まあお盆なんで実家には行くと思うんだけど、どこが安全とかっていうのもないけども、車にね必要なものを積んで出ていこうかなって感じですね。そうですね、うん発表されてるのは8月15日まで、まあ、これをきっかけに常に持ち運べるような位置に防災グッズ置いておこうと思いますので、はい、今回はこんな動画になりましたけどもびっくりしましたね、変に構えすぎず、そうだね、できることをねやってうん準備しておけばいいかなと僕は思ってますので、そうですね、神経質になりすぎてもね、そうそうそう、またねお盆あたりまでうん、何もないことを願って、本当ですね、キャンプやね旅にまた行けたらなと思いますので、はい、よぜひまた動画の方見てもらえたら嬉しいなと思います。ろしくどうぞ。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなり。ありがとうございましたあり。がとうございました。斉藤でした。斉藤でした。あとあれだよね、2人分ホイッスルも持ってるよね。ホイッスル持ってる。いや、テレビでやってたのに、うなんかこう本当に崩れちゃった時とかに、うんなんかこの笛が一番いや、まあね、聞こえるって、だから一応その携帯とかのね、こうせっかく下げてるからそこに下げときゃいいよっていうものはちょっと持ってたりはしますけど、そうですね。はい。またこれあるじゃん。そう、帰ってきたら絶対食べようって思ってたのこれ。菊川のくずしゃり。完全にハマってるよね。菊川じゃないらしい。菊川って読むらしい。菊川、うん下がるらしいですね。そんで菊川。菊川、掛川、掛川、菊川じゃないらしいです。むずいね。むずいね、わかんないよね。地名ってほんとむずいわな。